こんにちは、音沢です。ポップ音楽理論第2章響き編。今回はコードを攻略します。概要欄でスキップできるのでぜひ使ってみてください。コードとは高さが違う音が合成された音のことを言います。コードの本質も音と音の間隔の広さ、音程です。特に一番下の音、根音、またの名をルートとの音程が大事です。まず3和音を見ていきます。最も基本的なコードは長3和音、メジャートライアドです。ルートに長3度上と完全5度上の音を足したコードです。ルートがどの音なら単に C メジャーもしくは C メジャーコードと呼びます。表記はアルファベット1文字です。C メジャーコードの構成音は C メジャースケールの1番目、3番目、5番目の音と同じです。上2つの順番はどうでもよくて、例えばミがソより高くてもそれは C メジャーです。ミがオクターブ高くても長3度の響きであることには変わらないからです。ただしルートより下に配置される場合は区別されます。 C/E のようにスラッシュの後に一番下になっている音を書きます。次に基本的なコードは単3和音、マイナートライアドです。小文字の M をつけて表します。メジャートライアドはルート、長3度、完全5度。マイナーコードは長3度が半音下がって単3度になったコードです。この長3度、単3度について考えてみましょう。これは純正律で周波数比が単純な音程を順番に並べたものです。左4つは完全共和音程です。無機質な響きが特徴です。この中の2対3の周波数比が完全5度です。そしてその次は長3度と単3度です。ちなみに全音3個分の音程はトライトーンと呼び、約32対45で不協和に聞こえやすいです。つまり色味のない完全5度に長3度を組み合わせるとメジャーコード、単3度を組み合わせるとマイナーコードになります。次は4和音を見ていきます。メジャーコードはメジャースケールの1番目、3番目、5番目の音でした。これを拡張します。メジャースケールの1番目、3番目、5番目、7番目の音だとメジャーセブンスコードになります。特徴は長3度と長7度を持っていることです。表記は私は大文字の M に7を書いたものを使います。C メジャーセブンスを分解してみると、下3つの音は C メジャー、上3つの音は E マイナーになっているため曖昧な響きに聞こえます。次はマイナーセブンスです。単3度と長7度を半音下げた単7度を持っています。C マイナーセブンスは下3つは C マイナー、上3つは E フラットメジャーになっています。その曖昧さからジャズやポップスでは人気があるコードです。長と単の対比関係で覚えましょう。もう一つとても大事なコードがあります。それはドミナントセブンス、属7の和音です。長3度単7度を持っています。7とだけ書いて単に C セブンスと読みます。特徴は長3度と単7度がトライトーンの響きを作り出すことです。ドミナントとは属音のことで、スケールの第5音のことを指します。子音からはドミソシのように一個飛ばしで重ねてコードを作りました。同じスケールの構成音を使って第5音からやるとソシレファになります。このコードはトライトーンを含むドミナントセブンスです。ドミナントセブンスは重要なコードで使用頻度も高いです。例えばお辞儀の曲や誕生日の曲で使われています。ということで基本的なコードを紹介しました。一個飛ばしをさらに続けると新たにオクターブより高い音が出てきます。このナインス、イレブンス、サーティーンスをテンションといい、より高度な響きを作り出します。テンションは常にメジャースケール基準です。なのでシステムは単純です。例えばこれは C メジャーコードです。構成音はドミソです。ここにナインスとサーティーンスを足したい場合は、まずルートであるドを子音とする C メジャースケールを書きます。そしてナインスとサーティーンスを探すとレとラです。
単にテンションを追加する場合の表記はアルファベットの右上に書くことにします。他には add ninth, 13th と書く方法もあります。C マイナーだったとしてもテンションはレとラです。マイナースケールを基準に考えないで大丈夫です。補足ですが、13th だけを追加したコードは6コードとして捉えられることが多いです。また、数字をセブンスのように大きく書いた場合は、セブンスコードの延長になります。例えば、Cm13th はセブンスも9th も11thも含んだコードです。C に 13th と書いたら、それは C メジャーコードではなく、ドミナント 13th なので注意してください。これは全部のテンションです。図形のまま頭に入れると覚えやすいです。今まで見てきた 9th、11th、13th はナチュラルテンション。それ以外のメジャースケールにない音をオルタードテンションと言います。オルタードとは変更されたという意味です。例えば G7th のナチュラルテンションはラドミです。オルタードテンションはナチュラルテンションを半音上下させて導き出します。テンションは以上です。その他のコードを紹介します。一つ目はマイナーメジャーセブンスです。単3度と長7度を持つコードです。左3つに比べて使用頻度が低いです。次にサスペンデッドフォースとサスペンデッドセカンドを紹介します。サスペンデッドフォースは完全4度、サスペンデッドセカンドは長2度を持つコードです。C サス4はドファソ、C サス2はドレソです。重要なのは3度がいないため明るくも暗くもないコードだということです。サスペンデッドとは一時的に吊り上げることを意味しています。サスペンダーをイメージすると覚えやすいと思います。このコード進行ならファが半音下がってミに移動することで解決安心します。サスペンデッドコードは神秘的な響きでもあるので単体で使ってみるのもありだと思います。最後に完全5度を持たないコードを紹介します。長3度と増3度のコードを増3和音オーグメンテッドトライアドと言います。単3度と減5度のコードは減3和音ディミニッシュとトライアドと言います。このコードはトライトーンを持っています。次にメジャーコード基準で整理します。メジャーコードの第5音が半音上がったコードが C オーグメントです。そして C メジャーコードの第3音が半音下がったコードが C マイナーコードです。さらに第5音も半音下がったのが C ディミニッシュです。さらに4和音を見ていきます。オーグメンテッドセブンスはオーグメントに単7度を足したコードです。このコードはドミナントコードとして使われることが多いです。C オーグメンテッドセブンスは C7th フラット 13th の第5音を抜いたコードとも言えます。ディミニッシュトコードの4和音は2つあります。1個目はディミニッシュトセブンスです。減7の和音とも言います。ディミニッシュトコードに減7度を重ねたコードです。トライトーンを2つも持っています。ディミニッシュトコードに単7度を重ねたものはハーフディミニッシュトセブンスと言います。マイナーセブンスフラット5と捉えられることの方が多いです。普通のディミニッシュトセブンスは単3度を重ねたコードです。つまり上3つも下3つもディミニッシュトコードです。ハーフディミニッシュトセブンスは最後だけ長3度を重ねたコードです。なので半分だけディミニッシュのコードと言えます。以上でコード解説を終わります。次回は J-POP の例を示しながらコードとメロディーの音との組み合わせをまとめます。質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。